相手のためというよりかは相手の立場に立つと。今そんな感じだったね。はい。さっさとね、ちょっと話した方がいいと。一人の人間としていろいろ見たときに、はい。絶対誰とも価値観はないんですよ。こんにちは。この動画では今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今日もお願いしまおす。願いします。今日のちょっとご相談が、最近部下とのコミュニケーションがちょっとあんまりうまくいってないなっていうふうに思っていて、で正直何を話しても部下の反応が悪いんですよ。まあ要因っていろいろあるのかなって考えるんですけど、僕自身が悪いのか、その辺がちょっと今まだ分からなくてですね。部下と上司のコミュニケーション不全とか、多分アップルさんでもいろいろ起こりうると思うんですけど、なんかその辺実例を解説いただきながら、部下とのコミュニケーション不全についてどういうふうなちょっと目線で考えていったら解決していくのかなっていうところをちょっと教えていただきたいです。そうですね。まあとりあえず今そんな感じだったね。はい。さっさとね、ちょっと話した方がいいと。対話した方がいいというふうに思いますけど、そうですね。世代が違うからなのか、その辺のなんか視座が違うからなのか、いろいろ多分要因が考えられると思うんですけど、具体的にどういうところをなんか僕自身改善していったらいいのかなっていうのがちょっと分からってないんですよね。そもそも人それぞれ、はい。どんなに似てそうでも、はい、人それぞれやっぱ本当に一人の人間としていろいろ見たときに、はい、絶対誰とも価値観はないんですよ。だからまず一つ目は価値観は誰しもが違うってことですね。価値観って幅広いですけど、例えばお金に対する価値観とか、はい、異性に対する価値観とか、はい、仕事に対する価値観とか、全くもって同じ全てなんてことは絶対にありえない。ありえないんですよ。価値観が違うという前提でスタート地点にすること大事ですね。二つ目はやっぱりそれってなんか生きてきた時代が違うんで、おっしゃるように、例えば僕40になりましたけど、スマホなんて大人になってからですよね。 iPhone とかってね、もう10年ちょっとぐらい前にボーンと爆発してますけど、実際出たの2010年より前ぐらい、2000多分6、7、8とかこんなもんなんで、だから2010年以前ってスマホって主流じゃなかったし、ガラケーですよね。そうですね。で、なんなら僕だって中学生の時に初めて PHS を普及したみたいな話だったんで、それもポケベルですし。そっか。っていうこと一つとっても、今の新卒ぐらいだったら、ね、遅くても中学生ぐらいにはもう、それこそ自分で携帯待ちますって言った時にはもうスマホですよ。それが違うじゃないですか。生きてきた時代違いますと。だからシンプルに手段の違いで、手段の違いって何ですかってなると、具体的に言えば知識、経験、あとは強いて言うのは環境の差が人それぞれありますよねと。僕だってじゃあその40歳になりました。40年間、物心ついてから30年間生きてますと。この30年で得た知識、僕は働くのが早かった、自分で会社もやっている、得られる知識が人よりも多い、経験が多いから、そういうのを経てきた今の自分の視座みたいなものが、普通にちゃんと真面目に学校行き続けて、大学まで卒業して今年新卒で入りましたみたいな人の知識とか経験って運命の差があるじゃないですか。その人に同じ考え方をいきなり強要しても、うざ何このおっさんって言われてもしょうがないんですよ。だからまとめると、価値観は絶対違います、生きてきた時代も違います、時代も違います、なので合わないのは当たり前だから、それをどうやっぱりしていくかっていうことをそこがちょっと分かんないんですよね。なんか究極貸しべくのは相手のためと相手の立場みたいなことを言うんですけど、相手のためってよく使っちゃうと思うんですけど、相手のためと立場は全く違いますと。全く違うんですか？だって相手のためっていうのは、じゃあ僕があなたのためにっていうことは、僕が思うあなたのためなんで、確かに僕が思ってることですよ。僕目線ですね。
だからそれははっきり言っておせっかいであるということなんですよ。僕の価値観で僕の生きてきた時代を考えて知識経験で僕の今の知識経験を得た視座で、あなたのためって言ってるんで、そっかそっか、これが聞く場合はこちら側が本当にその人のためを思ってるっていう大前提があって、こちらの話を相手が聞く、受け入れてくれるという関係性が成り立っていて初めて大丈夫。関係性がないとか、微妙とか、大体の人はあなたのためって言ってるけどあなたのためとか思ってない。あなたのため思うとって言ったらもうこれ完璧相手からしたら何言ってんだこいつお前のためだろみたいなと思ってるわけですよ。そしたらもういいんじゃないですよ。だからあなたのためっていうのは僕の経験上8割9割はお前それ自分のためやといや僕もでも使っちゃいますね。でも言ってますけど、あなたのためよっていうのは前提条件が本当に相手のことを考えていて相手基準で本当にそう思うよという前提があって、プラス関係性信頼が成り立ってないと使えないですよね、本当はね。話はあると思うんですけど、ほとんどの人があなたのために言ってますよっていうのは、いやお前自分のために言っとるやんみたいな。だから高校3年生で進学校だから、みんな大学には最低進学しないと大学進学率 100% って言ってる学校だったと、何か土地狂って自分が就職したいですと、言った時に、いやあなた本当にそれでいいの？大学行った方がいいんじゃないの？あなたのためを思って言ってますよとこれを言ってなかったら、いやお前それ学校のため学校の進学率 100% 既存しちゃうから言うとるだけやろと、お前のためやろと、あなたのクラスからそういう人が出たっつったらお前が友達来るんちゃうんかと、みたいなのがあるじゃないですか。だから世の中に大体あなたのためとかっていうのは大体言ってる人のためだから、でみんなも気づいてるわけですよこういうのは。だからやっぱりちゃんと本当にあなたのためなんだったらそう思ってる前提と関係性がないと意味がない。むしろマイナス。確かに。やっぱり相手の立場、これが本当に重要なんですよね。相手の立場、要はあなたと私、あなたのため、要は私からあなたのためっていうのはこっちが考えてる価値観です。頑張って相手の立場に立ってこの人の立場だったらどう考えるとかどう考えているとか、これを考えなきゃいけないんですよ。だからこれにおいてはものすごく難しいし、みんな相手の立場を考えるっていうけど究極言うと考えられるわけないんですよ。さっき言った通り価値観全員違うんで、育ってきた環境とか親とか、友達とか知ってるわけないんだから全然、知ってたとしても形式上してるわけだから、だから絶対にその立場になりきることは不可能なんですけど、近づくっていう努力をしなきゃいけないですね。近づく努力、例えばじゃあ俳優が、ドラマで映画でもいいですけど本当にその役になりきってちゃんと演技をするために役作りでね、例えばじゃあタバコを吸う方がタバコ吸ってみましたみたいな、とかそういう世界を勉強しに働いてみましたあるわけじゃないですか。よく聞きますね。そういうことなんですよね。なりきんなきゃわからないし、ちょっとなりきったところでは 100% わかるわけないんですよ。でもなりきる努力をしなきゃいけないんですよ。確かにぐらいまで考えて、相手の立場で思って考えた時に気づくことっていっぱいあって、アプローチの仕方も変わりますよね。確かに、ちょっと相手の立場になるってすごく奥深いんですけど、でもそれができないとやっぱいいコミュニケーション、世代間のギャップを埋めるようないいコミュニケーションっていうのはもしかしたら難しいかもしれないですね。だってそのためにはいろんな物事も知らなきゃいけないんで。そうですね。例えばじゃあ相手が帰国子女でした。生まれた時からアメリカでね、大学までアメリカ卒業して、でもお母さん日本人だったから家の中は日本語で、だから英語も日本語喋れます、日本私好きなんで就職で日本来ました、こんなのがあったとしたらアメリカで生まれてアメリカで大学までっていうのを想像できるかって言ったらほとんど人もいいですだけど知る努力をすればとか、上司がね一回も海外に行ったことないよ俺と、英語喋れるけどみたいな人だったら全くもって多分理解できないんですよ、相手の立場っていうのは無理かもしれない、相当勉強しないと近づけないかもしれない、例えばじゃあ僕がアメリカねみたいな
全然旅行で1ヶ月行ったこともあるし、なんなら延べで言うと10回行ってるかなとか、海外も全然延べで行ったらすごい行ってるよみたいな感じだったら、要は海外のね、住環境がどうだとか、その民族的背景とか、いろいろ行った国の中ではね、見ますから、はい、100%わかんないけど、なんとなく積極的に近づくみたいな。そういう意味で言うと、じゃあ海外旅行行ってなきゃダメなのかとか、そういうこと言ったわけじゃなくて、そのぐらいやっぱ知識と経験が広くないと、やっぱなかなか相手の立場に立つっていうことの要素としては薄くなるというわけですよね。なるほど。でも確かに相手のためと相手の立場って全然違いますね。今お話伺って、やっぱ相手の立場にちゃんとこう立つ努力をすると向こうにも伝わりますかね、そういうの。伝わると思いますよ。例えばですけど、推し活をしている女子がいますと。女子がいるんですけど推し活一瞬ね、何も考えなくて言ったら、なんだ推し活ってよなんでそんな金払うの、一瞬思いますけど、でも相手の立場になってみたら、ちょっと待ってよと、これでもさと、俺はあんまりするのなかったけど、おばちゃん家行くとおじさんの部屋になんかおにゃんこクラブのポスターが貼ってあったりとか、CD がいっぱい置いてあったりとか、一緒だなこれみたいな。確かにちょっと種類が変わっただけで、ある意味同じっちゃ同じやなみたいな。確かになるほど、そういうこと言ってんのかとか、昔から何かしらに対して何か熱狂的なものっていいよねみたいな、ライブもそうだし、それは形がちょっと変えてるだけだなと思ったりとか、否定から入れなくて、考えてれば考えてるほどやっぱそう近づいていくんで、何かと置き換えてちょっと想像してみて、多分相手こういう気持ちなんだろうなみたいな、こういうこと言ってんだろうなみたいな、そりゃこれ否定されたら怒るよねみたいな、なんかそういう感じで。なるほど。だって例えばじゃあライバーで投げ銭とかって、多分今と逃したら、なんだそれと、っていう人も結構いると思うんですけど、でもそれってあんたたちが参加したおねんこクラブの CD 買ったら別に何ら変わらないんだよねみたいな考え方もいるわけですよ。確かに握手会とか行くために一目実物を見るために新幹線で払って遠くまで行ってる人とかいたわけですよ変わんないですねって考えると別に理解はできるかなみたいな、近づけるかなみたいな。そっか、じゃあ、もう価値観とか生きてきた時代とかそういうのはね、変えようもないしなんだけど、やっぱ相手のためと相手の立場っていうところはやっぱ意識づけで全然こう関係値も変わってきそうですね。だからケースバイケースですけど、例えばじゃあその部下がね、なんか全然本当になんか塩対応っていうかもうそっけないと、した時に空気読めずに、なんでそんな元気ねえんだと、元気出さなきゃダメじゃないかと、そんな下のばっかり見せたらもう幸せに出ちゃうよとかって自分の価値観に言っちゃったら嫌ですね。なんだよってなるかもしれないんで、それぐらいだから話せる関係性がやったらいいですけど、でもそうだったらそんなになんか塩対応だと思います確かにそうじゃなくて、なんでこの子は例えばちょっと暗い顔をしてるんだろうとか、なんか塩対応みたいにこうなっちゃってるんだろうなみたいなものを考えられた上で、なんか話せないと無理ですよね。だからなんでこの子はなんでこんな塩対応なんだろう、なんでこんな感じでそっけないんだろうな、なぜこの子はそういう態度を取るのか、そういう態度って思ってるの自分の価値観だから、なんでこの子はこういう態度なのか、悪いとかいいとかじゃなくて、なんでこういう喋り方するのかとかをちょっと考えながら想像して相手の立場に立ってみてっていうのをやっぱひたすらやんなきゃダメですよ。そうなってくると、なんか多分いろいろ見えてくるなとか、もしかしたらこうなのかなみたいな、こういう感覚なのかなとかっていうのは分かってくるんで、そうしたら対応変わるわけですよ。確かに間違いない。いやー、でもすごいいいことを聞きました。ありがとうございます。ちょっと僕も相手の立場に立って考えるっていうところをちょっと今日から意識づけして部下とまたコミュニケーションを図っていこうと思います。ありがとうございました。まず前提がですね、価値観は人それぞれ違いますと。2つ目、生きてきた時代も違いますと。3つ目は視座も違いますと。ですから違うという前提を持って分かり合おうとするみたいな努力がやっぱ必要なので頑張りましょうと。ポイントとなるのは、相手のためというよりかは相手の立場に立つということが最も大切じゃないかなと思います。あ
りがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。